こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は古都京都平安神宮の前にある都メッセからお届けします。第45回日本盆栽大観展。もうすぐ半世紀を迎えるこの会。東の国風展に代わって西の大観展。すでに盆栽界の秋の風物となっている展示会。今では世界を含めて誰もが知る盆栽の祭典となっています。今日はこの中の展示内容を皆さんにご紹介させていただきます。お楽しみください。この大観展の中には普通の盆栽展と違う趣向があります。総合的な盆栽や水石を主人公にした飾りの内容の素晴らしさ、これを大観賞という形でいくつかを選んでいます。中でも特に印象に残るものをご紹介します。こちらの石、赤松が古くなり頭を下げて懸垂していく姿、人間では作れない線があります。その古い赤松、その向こうには雲間に浮かぶ月、江戸期の名筆長沢芦雪の見事な絵、そしてその向こうには木彫の老子が空を眺める図、まさに松の風、浮かぶ月、眺める老子、これで一つの絵になるような石、大観展ならではの石じゃないでしょうか。大きい石、小さめの石、いろいろなものがこの大観展にはありますが、こちらをご覧ください。立ち石の石突きに50年以上かけてまるでしがみつくようになった値上がりの石突き。楓の梢の風情が冬姿を描いていますが、ちらちらと降る雪、そこに月の掛け軸。左には愛らしい暮れに咲く花。日本に来て海外から頑張って仕事をしている愛好家の石ですが、こういう冬姿の石が愛らしくあるのも大観展ならではです。こちらの石は赤松、つまり小白盆栽の県外を使った新年の飾りというような内容を持っているものですが、手本のような出来がしています。懸垂する力強い姿、その向こうに浮かぶ金雲の中の日輪、そして左にはめでたさを出す巣ごもりの鶴、三位一体となる新春のことほぎの石といえる石も大観天賞に輝いた立派な飾りですね。中品の雑木盆栽としてこれ一点でも国風展に持っていけるというほどの内容を持つ木、その木に合わせるのはしぐれの中に葉を散らす紅葉のもみじ、そして脇には良寛さんでしょうか、うたた寝をするような木彫の愛らしい姿、まさに晩秋のそして初冬へと向かう京都の今を表している世界、いいものですね。一つ特別な石をご紹介しましょう。将来国風賞も夢ではないと言われる2体の黒松、圧倒的な力を持つこの木2つは名匠木村正彦先生が手がけたものです。海外の方の出品ですが、未完ではありますが将来の大変な名木としての可能性、さまざまな協議を経て大観展組織委員会としてはこの木に限っては一般の審査ではなく第45回日本盆栽大観展の特別賞という形で飾ることにしていただきました。
2点ともここから5年10年の間に国風展、この大観展の冠、つまり対象となるだけの要素を秘めた名木中の名木が飾られました。こちらが内閣総理大臣賞の新柏と最後まで拮抗した審査の争いを続けた大型新柏です。圧倒的な斜里感、この木がここから5年10年後にどのような姿になるか考えるだけで心が躍ります。名木の競い合う大観展ならではの文部大臣賞となりました。この席が今回第45回展の大賞となりました内閣総理大臣賞受賞の新柏です。ご存知の方もいると思いますが、過去に国風賞を受賞した名木で、このような木が出てくるとやはりそこに審査員の目は集まってしまいます。言葉がないほどに完成度の高い名木です。ご来館なさるお客様が素晴らしい展示と同じように胸躍らせて楽しまれる大観展特設売店です。全国の著名有料盆栽園が素晴らしい作品を展示し合い、お客様とのご縁を作ろうとしている場所です。私ども羽生築堤 S キューブも一番大きな巨大売店を作っています。普段皆様とウェブサイトの中でショップでご覧にいただいている品物、そのようなものを中心に多くの方々とお会いする機会を作っています。特別企画展示として設けられた一つの中の席です。普段の盆栽飾りとは少し趣向が変わった席ですが、基本的には千年の雅、受け継がれる日本の文化というテーマになっています。日本の宮中文化を代表する人物が、そしてそこに置かれたのは室町期から保存された源氏物語54丁の展示です。おそらくどこかの腰入れ道具として作られたものですが、源氏の物語の雅、人物、そして両脇を抱える京都ならではの赤松の古木、新たな盆栽の展示の姿を試験的に飾った興味深い一席です。企画展示の一つには水石を連席飾りとなさった席があります。今回のテーマは西へ春からぬ旅をした世界を描いています。行き着く先、出発するもの、一つご説明しましょう。日本の霞立つ剣山から雪山を越え、大陸崑崙山脈天山回廊を過ぎて、果てはまさに詩にあるような西の果て陽関の世界、そしてそこから向こうには千境千人が住むと言われる白玉楼。名石を使って一つの流れを描き、そこには仏教を求めた旅が隠されています。村上華学先生の名筆2つがその道のりを照らす。そこにかけてある詩は唐の時代の大井が残した名文です。以上の長雨形状を潤す、客車生成流色新たなり、君に進むさらに尽くせ一杯の酒、西の方洋館をいずれば個人なからん。まさにその世界を水石で表した、これも企画席としての稀に見ない素晴らしい席かもしれません。大観展の入り口を飾る特別席、その企画席の筆頭に置かれている大型盆栽の席です。1位、小白盆栽の一種類の席をテーマとして
もう一度皆で見直そうという形で飾られました。圧倒的なシャリ、圧倒的な力。特に手前の木は皆さんご記憶があるでしょうか。世界盆栽大会 in 埼玉のイメージポスターの表紙になったキリンという有名な木です。両側の厳しさが夏中に立つ佐治川の名石、上には名実横山大観の日輪輝く富士です。まさに日本という国の素晴らしさ、これからどのように盆栽を守るべきか、そのようなことがこの石には込められています。こちらのコーナーは皆さんももうご存知かもしれません。盆栽界唯一の財団法人であります京都国際文化振興財団慶雲庵さんが毎年大観展にテーマを決めて飾られているコーナーです。今年のテーマは昭和100年の奇跡という、今年がちょうど昭和100年を迎える中でどのような日本の盆栽界の歴史があったか、そこをテーマとなさったようです。原爆の木、歴代の日本を飾った人物たちの持ち物、さまざまなものが中に展示なさっています。日本に唯一の記録と言われる盆栽木札です。明治時代、小村寿太郎の下で日露戦争の後の条約の改定、そして何よりも伊藤博文首相の下で憲法の制定に尽力したと言われる伊藤名字伯爵。伊藤伯爵は盆栽の大家としても名高く、帝国議会の議会の最中も時計を見て少し退席すると言って盆栽の水かけに自宅へ戻ったという逸話があります。この木札は伊藤伯がお持ちになったおびただしい盆栽の中で記録の残る札です。ご覧ください。一つ一つに盆栽の名前があり、その盆栽の名前の裏には米の一粒よりも小さな字でいつ植え替えた、いつ剪定をしたというのが詳細にわたって記録されています。ヒノキで作った札は水にも強く、130年を経て今もここに残っていますが、盆栽界の唯一の記録として大切に財団が保管しています。こちらの財団の展示品は今から100数年前、大正11年に第一次世界大戦終結の後に東京博覧会として平和を記念して行われた展示会に、日本で一番の木工名工小川雄山先生がそこに出品して大賞を得た卓です。その名を平和卓。この平和卓にはさまざまな小川雄山の願いが込められています。天部に彫られた双葉の鳩、平和の象徴、そして平和を願う漢詩、何よりもその裏面には雄山が自ら彫ったと言われる平和の虹、日本の平和を祈って彫った作品は唯一無二の日本の卓の宝と言われています。財団の企画展示の中央を飾るこの五葉松、その名を祖母五葉と言います。十数年前絶滅したと言われたこの五葉松が生きていることが発見されたのは九州八女地方です。明治時代もっと前より続く田中家が密かに守り続けたこの木、財団の所有となってもう十数年、その中で初の公開となりましたが、極めて葉が細かく枝が細かくできるこの木が250年守られた中には
人の苦難の歴史が込められています。このような保存すべき木を財団は多く所有されているそうです。一本一本このような企画展示の中でこれからも公開されていくでしょう。財団企画展のテーマ、昭和100年の奇跡を物語る象徴的な木をご紹介します。原爆の松、赤松ですが、この木は今から80年前、広島に投下された原爆の爆心地からわずか2キロというところで被爆した木です。盆栽が50本あるその邸宅のほとんどは爆風と熱波で吹き飛び、多くの盆栽が瞬間で枯死しました。わずか数点残ったうちのこの1本、半身はほとんど枯れ、わずかに残った枝や芽が80年の歳月の人の愛情でこの姿までによみがえりました。現存していることすら今まで非公開でしたが、昭和100年を記念して財団としては盆栽が何を物語り何を伝えるべきかというところを、この木の生きる姿、人の愛情というものをテーマに今回展示されました。ここからこの木がどのような完成を見るか、皆さんと一緒に長く見守りたいと思います。百数十点の展示、企画席、さまざまな内容を織り込んだ日本盆栽大観展、その一部のご紹介にしかなりませんが、いかがだったでしょうか。毎年この11月下旬に開催されるイベント、来年もまた数々の企画や素晴らしい展示がなされるでしょう。阿ビチャンネルはこのように日本を代表する展示会、その内容、込められた思い、各席の素晴らしさのご紹介にも努め、もっと皆さんが知りたい盆栽の作り方、水石、飾り方、アーカイブに多くのものが散りばめてあります。ぜひチャンネル登録をなさってたくさん楽しんでいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。